ミュウ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 
ミュウ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 
普通に喋れるのか？もっと早く知りたくって。あなたのミリオン語が可愛くてわざとじゃないよね。ピンクの妖精は意地悪なんてしないわ。まあいいか。では早速本題に入るとしよう。キュレネは記憶の運命を歩む氷属性のキャラクターだ。ミュリオン、そしてキュレネとして皆さんと一緒に歩んできた。優しくて芯があって、たまに不思議な空想するお花みたいに可憐な少女よ。通常攻撃では指定した敵単体に氷属性ダメージを与える。弓の名手はピンク髪の美少女に多いのよ。おお、美月師匠がオンパロスで弓を教えたのかもね。戦闘スキル発動後は一定ターン継続する結界を展開する。結界継続中、味方全体がダメージを与えるとき追加で1回確定ダメージを与えるぞ。秘技発動後は周囲に特殊な領域を展開し、領域内の味方の移動速度をアップさせるんだ。この領域内の敵はこの瞬間を永遠に状態になり、移動と味方の発見ができなくなる。領域内の敵と戦闘に入るとキュレネの戦闘スキルの結界が展開するぞ。ここをきれいな宮殿にしましょう。キュレネがフィールドにいるとき、味方全体の余ダメージがアップする。戦闘開始時またはキュレネ行動後、味方は未来を1層獲得。味方行動後、未来はキュレネの追憶となる。キュレネが通常攻撃か戦闘スキルを発動しても追憶を獲得できるぞ。追憶が24層になるとキュレネの必殺技を発動できる。追憶を心に刻んで、今までとは違う物語を一緒に紡ぎましょう。キュレネは必殺技初回発動時、自身以外の味方の必殺技を発動可能にし、付与された行動制限系デバフを解除する。さらに記憶の精霊に変身するぞ。自分を召喚するんだな。飛べるわ。ミュリオンみたい。変身後は強化通常攻撃が使えるぞ。追憶を獲得しながら指定した敵単体および敵全体に氷属性ダメージを与える。変身するときは戦闘スキルの結界を展開し、結界の継続時間も無制限だ。それに宮殿ももっと綺麗になったわ。褒めてちょうだい。追憶が12層になるとキュレネの記憶の精霊は精霊スキルを発動できる。精霊スキルは味方向けのこの歌を全ての命に捧げると敵に使う花と矢の武曲の2種類だ。花と矢の武曲で記憶の精霊は敵全体に氷属性ダメージを与える。星が流れたら願い事を忘れないでね。この歌を全ての命に捧げるでは指定した味方の余ダメージをアップする。さすが私ね。この歌を全ての命に捧げるのターゲットが黄金栄の場合、効果は特殊な祝福効果になるぞ。その紹介は同僚のカメリさんに任せよう。やっと私の出番ですね。あら、可愛いカメリさんだわ。お久しぶりです、ミュリオンさん。ではフクロウさんに代わって紹介していきます。全能のキュレネさんは黄金栄全員に違うサポート効果を提供します。つまり13人の仲間と自身を含む14種類のバフを付与できるんです。精霊スキルをアグライアに発動するとスキルの回転率が上がり、効果力を出せるようになります。ロマンが永遠に続きますように。トリビーに発動するとその戦闘でトリビーは敵により高いダメージを与えられます。門と道に別れがありませんように。モーディスに発動するとモーディスは即座に行動。血の報復状態の時は会心ダメージが強化される。神を殺め神となるを繰り出しますよ。紛争が体感して王になりますように。キャストリスに発動すると本戦闘での信頼の上限が倍になり、支流の余ダメージがアップします。生と死が新たな花を咲かせますように。
アナ X に発動すると攻撃頻度および火力がアップするんです。理性が真偽を広めますように。ヒヤンシーがいるパーティーで発動するとイカルンの余ダメージアップ。ヒヤンシーに発動するとヒヤンシーの EP を回復できます。天空が神婚を癒しますように。サフェルに発動すると本戦闘で敵全体、特にお得意様の防御力をダウンさせ、かつサフェルの余ダメージをアップしますよ。技術がただの戯れでありますように。ファイノンに発動するとファイノンは即座に火種を獲得。変身後変身は解除されません。変身中の戦闘力は溢れた火種に基づいてアップしますよ。鎧が黎明を照らしますように。セイレンスに発動するとセイレンスはより早く必殺技を発動可能に。本戦闘では敵への持続ダメージを高頻度で発生させられます。海洋が寛永の旋律を奏でますように。ケルドラに発動すると本戦闘で軍港を持つキャラクターは奇襲発動後より早く次の奇襲を発動できます。砲が星々に届きますように。長夜月に発動すると本戦闘での長夜月の火力サポート能力がアップし、スキルの回転率もアップ。歳月が長き夜を見守りますように。炭鉱東鉱のいるパーティーで発動すると同胞と竜霊の火力がアップ。炭鉱東鉱に発動した場合は炭鉱東鉱の孫悟の能力がさらにアップします。大地が道を守りますように。開拓者記憶に発動すると本戦闘での開拓者とミュリオンの火力がアップします。開拓者の強化通常攻撃発動後、記憶の精霊は即座に花と矢の武力を発動しますよ。開拓とともに愛の約束が果たされますように。キュレネは記憶の精霊を召喚または精霊スキルの発動で物語を獲得します。物語が一定数溜まると記憶の精霊が行動し花と矢の武力を発動。異なる味方から得た追憶が多いほど花と矢の武力の余ダメージもアップします。世界が望むものになりますように。愛で始まったこの物語を愛で終わらせましょう。きっとそうなりますよ。ではまとめです。キュレネさんは味方に多様な強力なサポート効果を提供し、様々なパーティーで力を発揮します。フィールドにいるだけで味方全体の余ダメージアップ。さらに戦闘スキルで味方全体の攻撃に確定ダメージがつきます。自身及び味方の行動で追憶が満タンになると必殺技を発動し、自身以外の味方の必殺技を発動可能にして記憶の精霊に変身。記憶の精霊形態では敵へのダメージ、味方の余ダメージアップと2種類の精霊スキルを使えます。精霊スキルでサポートするのが黄金衛または黄金衛がいるパーティーの場合、キュレネさんは専用の特殊効果を付与して黄金衛の仲間を強化できますよ。つまりピンク髪の美少女を怒らせちゃダメってことね。その通りです。ただ黒い狂信者たちはそうは思っていないようですね。その実力を見せてやらなくては。味方全員が秘技を発動して準備万端で戦闘に入った。秘技により戦闘に入ってすぐキュレネの結界が展開。これで味方の攻撃全てに確定ダメージがつくぞ。味方の攻撃だ。添付効果によりキュレネがフィールド上にいると味方の余ダメージがアップする。そして奇跡効果によりキュレネの速度が一定以上の場合味方の余ダメージがさらにアップするぞ。怒涛の構成により敵は総崩れですが敵も諦めません。隙を伺っています。しかしキュレネさんが黙っていませんよ。キュレネさんと味方の行動で追憶が満タンです。キュレネさんの必殺技発動。記憶の精霊を召喚し味方の必殺技も発動可能に。精霊スキルはキャストリスさんと長湯月さんに発動。それぞれの戦闘力アップです。そして自身の特殊な祝福効果でキュレネさんは即座に追加ターンを獲得。花と矢の武力で敵に大ダメージ。次の敵が現れた。より厄介な敵ではあるが味方はひるまない。キュレネの祝福により戦闘力が高まっているからな。精霊スキルの効果で長湯月の火力もサポート能力もアップ。ヒヤンシーの天空に捧ぐ歌によりイカルンの余ダメージがアップ。
無制限のキュレネの結界と確定ダメージの恩恵もあって敵の命はもはや風前の灯火だ。とどめにキャストリスが 200% の信頼を消費して試練を召喚。キュレネの祝福で超強化された試練、その火力がもたらす爆発の中で敵はついに灰となった。大金スタート。さようなら。ハッピーエンドね。ほほほほ。ところでミュリオンさんは人間の姿になれるんだよな。なのになぜその姿で番組に？だってこの姿ならフクロウのミュリオン語が聞けるでしょ。見てませんでした。フクロウさん、もう一回お願いできますか？録音モード開始。やだ。フクロウさんのケチ。オンパロスの旅はミュリオンで始まったから最後もミュリオンの姿でお別れしたくって。お別れって？物語はいつか終わる。オンパロスの旅もいよいよおしまいよ。いつかまた会えるだろうか。もちろん私たちの物語が語られる限り記憶の中で再会できるわ。あら、もうすぐ時間ね。じゃあ行くわよ。終わりは始まり。終わりは始まり？さようなら。おしゃべりな白フクロウさんに働き者のオムニックさん。ちょっと待って。長旅お疲れ様です。見事な仕事ぶりでした。結論、早く退勤して。次は銀河連合軍の出番なの。悪くなかったからまたお願いするね。次はもっと穏便に着地したい。